志賀亮太絵描きです。日常をテーマにして、普通は細かく、木だったら木をこうリアルに結構描こうとすると思うんですけど、できるだけそれをすごく分かりづらく抽象的にして、人にこれなんだろうって思わせるような形だったり、ちょっと抽象的な表現をこだわっていますね。3年前ぐらいかなんかにこう散歩をし始めたんですね。でその時に近所の100メートル以内にこんな木があったんだとか、その時はみかんの木があったんですけど、それを2年ぐらい知らなかったんですね。その時に生きている近くのもの、僕が住んでいる近くのものすら僕は知らないし、それを思い出してどんな形でどれぐらいのサイズだったって言われると、僕はやっぱりこう思い出せないんですね。でそれほど日常ってすごい過ぎてってしまって、結構曖昧なものだなと思った時に、すごくこう抽象的に物事を書くようになりましたね。でも、そうですね、3年前まで全然違う画風を描いてて、まあ、近くはなってきたのかもしれないですけど、ちょうど3年前ぐらいに身近な日常とかを描くようになって、その前まではもう全然日常とか風景っていうものは描いていなかったので、その時ぐらいから日常を大切にしたいなって思うようになって、そういう風になっていったっていう感じですね。書くものに本当に困らないっていうことがすごく増えましたね。こんな風に日常ちゃんと見れるんだとか、こういう世界楽しいなって自分で本当に身近なものが楽しくなるようになりましたね。線を今は探してるって感じです。その何を描こうかなみたいな感じでぐるぐるこうでなんか見つけてくみたいなで、これは線を消す行為なんですけど、そうですね、なんかでもこうやって線をやっていくうちになんか見えてくるんですよ。で見えたものを強くしていくっていうか、だから構図人物が先に決まるのか、なんか風景が決まるのかみたいな感じなんですけど、本当にでも即興で描いてるみたいな、何できるか自分もよく分かってないっていう、なんかそのうち出てくるまで描いてるみたいな感じなんですけど、これはだからこの辺に線が残ってたりするんですけど、こういう絵とかは若干線が残ってるんですけど、それがなんかもうこういう線を繰り返し作ったみたいな感じなんですよね。
もともとはめちゃくちゃつけてたんですけど、もともとっていうよりも今も多分結構つけてて、よく見ると笑ってるとかちょっと怒ってるとかがあるんですよ。目は点とかもあるんですけど、ちょっと眠たいとか、そういう目のちょっと大きさとか開き方でちょっとしたかすかななんか違いみたいなのは出そうとしてますね。今描いてるものはまだわかんないです。まだ何にも。男の子か女の子かも実は決まってないですね、今描いてるのは。まだ分かってないし、これゼロになるかもしれないっていう、まだ描けないかもしれないです。なんかこう、一個が決まるとやっぱ早いですね。人なのか、なんかこう、じゃあ月を描いたのかとか、夜なのか昼なのかっていうのが結構決まると、すごく早くこうバーって決まってって、で、これは楽しい絵だなとか、こういう情景だなって思うと、やっぱり表情もそれになるっていう感じですね。顔の表情とかも顔の大きさとかも結構全部違うんですよ。ちょこっとずつ。で、なんか、言い方がこれ良くないかもしれないですけど、いい作品、自分の中でいい作品と悪い作品の結構差が僕はなんか結構あるタイプで、なんか今日はうまく描けたなみたいな時もあるし、今日全然良くなかったなみたいな時もあるみたいな感じはあるかもしれないですね。可愛いのが描けたなと思っていて、なんかこれはまあお日様があって月があるんですけど、ちょうど夜と朝の境目みたいなのがちょうど出てきたんで、お日様のこう光がカーテンになって、なんかちょうど夜と朝の真ん中に自分がいて、まだ夢見心地みたいな感じだなっていうのができました。頭の中にこれ書きたいなっていうものが人って絶対にあると思うんですけど、それをまず僕全部なくしたいなって思ったんですね。キャンバスで絵を描くときに線をいっぱい描くと、これ描きたいっていうものがキャンバスが汚れてくんで、どん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 その頭の中にあるその描きたい映像が消えてくんですね。でそうするとその線の中でこ僕だったら日常を探していくっていう感じなんですけど、なんかそっちの方が頭で描いてるっていうよりか、なんかちょっと恥ずかしかったんですけど、心で作品ができていくような僕は気がするので、一旦自分の頭の中にあるものを消す作業として線をぐるぐる描いたり、でまた線を消したりっていうのを繰り返して、その中から残っていく形だったり色から絵を作っていくっていう感じですね。愛知県の山奥の牧場主の親のもとで生まれまして、僕は。で、田舎で育って、でちっちゃい頃からなんか物作るのはすごい好きで、学校の図工の授業とかがすごい好きな子供でしたね。24ぐらいかなの時に絵を描くようになって、毎日。最初はこういうふうに絵描きになりたいとかっていうのは全然なかったんですけど、これ以外やりたいことがないっていうのでやっていって今になるっていう感じですね。納棺師っていう仕事をしてて、亡くなった人をずっとこう綺麗に毎日する仕事なんですけど、その仕事をしていく中で死生観みたいなものもすごくていくうちに、なんか楽しく本当生きようって思うようになって、自分の好きだったちっちゃい頃好きだったものをやり始めた時に、本当毎日何時間もかけて楽しいなっていう風になって、これを
やろうって思ったって感じですね。目をシンプルにしたこの点にした理由が、その時に思ってた楽しく生きれればいいってすごくなんかこう抽象的だけどすごく簡単な生き方だなって思ったんですね。こう生きれればそんだけ簡単に生きれればすごい楽しいんだろうなと思って、で今思うとなんかそのいっぱいいろんなこと考えてる時って画面にいっぱいいろんなもの入れてたんですよ。とにかく絵の具載せたりとか。でもいやもうなんかシンプルで顔ってわかるなみたいな、なんかこうあんまりいろんなもの入れたくないなっていうものがその時の仕事をしていた時の感じが絵にも今は少し反映してるのかなっていうのはたまに感じますね。うまくできたなって思うのは、あんまりこう絵の具をたくさんのせないくて、人物と何か一個だけぐらいの絵で画面がこう成立した時はすごいいい絵できたなって思いますね。日常の静けさだったりとか、自分が毎日いるあまりこう音のないというか余白みたいな時間が多いんで、それが画面に対して本当の多分みんなが感じる日常ってこうめちゃくちゃ画面にいっぱい載ってる華やかなものじゃなくて、本当はこうあんまりないけど温かいみたいな生活の人が多いのかなっていう感じがするんで、人物しか描かなくてでも自分はこっちに日の光を想像したりとか画面の外に何かがあることをそこだけで描いてて、外側にこれきっと太陽あるよねとかって感じれる。でも創造性があればそれを想像できるわけで、だからそんな画面の外まで絵を想像できるような絵を描けたらいいなっていうふうに思っているのかもしれないですね。可愛いもの描いてるっていうのがなかったんです、自分の中に。いやいや、もっと絵の中にいろんなもの入ってるよって昔は言ってました。たくさん、もしかしたらこんなに構図考えてこんなにやってるんだよみたいなのを思ってたけど、いや別にもういいやってなってでもたまに分かってくれる人がいるんで、すごいねこの構図とかって分かってくれる人がいると、わあ分かってくれますかみたいな感じで上がるって感じの時があるって感じです。これでできてる構図とかってちょっと歪んだりするわけじゃないですか。人の手作業がめっちゃ分かるような気がするんで、なんか多分きっぱり最初から決めてたら多分こっちとこっちの長さが一緒とかってなると思うんですけど、なんかそうじゃないちょっと気持ち悪さみたいなのって大事なのかなと思ってて、なんかこれなんで左右対称じゃないんだろうっていう気持ち悪さって即興の手作業でしか多分生まれないものだと思ってるんで、でも自分は心地いいと思ってたりするような構図っていう感じかもしれないですね。これを書いたのは1年前ぐらいだと思うんですけど、その時はとにかくもうこの一点だけでなんか世界が広がっていくような絵を描きたいなってやっぱずっとすごい思ってて、でこの絵に関してはケーキが焼けるまでっていうタイトルなんですけど、ケーキが焼けるのを待ってるんですけど、こっち側にお日様というか夕日っぽい光を僕は意識して絵を描いているんで、なんかそれがこれだけでなんか表現できたなっていう、自分の中ではなんかそれを表現できたのがすごい良かったなって思いますね。画面に描かずに
ここの時間が画面の中にあるような気がして、それが時計とかそういうものを書かずにできた感じがするので、すごい良かったなって思いますね。